何を言い訳してるんだ。どうせ寝坊したくせに嘘をつくな、村木。言い訳はもっとうまく言うもんだぞ。まあ、この遅刻でお前は出世コースからは外れたな。ざまあ見ろ。ガッハッハ。下山課長は、俺が接待ゴルフの待ち合わせ時間に遅刻してしまったことを、ことさら大げさに罵倒し、遅刻の理由などまともに聞こうともしないで、下手をしたらクビかもな、と嬉しそうにニタニタ笑うのだった。俺は24歳の若手サラリーマンの村木隆。都内の有名大学を卒業して一人暮らしをしている。特別に頭がいいわけではないが、コツコツ地道な努力をするのが好きで、物事が穏やかに整っているのを見るのが一番落ち着くという一見変わり者タイプだ。だから道路に落ちているゴミを見つけるとつい拾ってしまったり、飛び出している街路樹の枝を無意識に折り取ったり、石ころを道の隅にやったりと、自分や他人の景観を良くしたり、危険を回避しようとする癖があった。それを学生時代は友達から用務員さんなんてからかわれたりしたが、気にすることもなく、むしろ喜んでいた。やがて地道に勉学に励んだ俺は、大手企業に就職することができた。そんな俺のことを会社側からは、努力型ではあるが、優秀な頭脳とコツコツ取り組む姿勢による日頃の努力の成果であると評価してくれた。しかし、自分より優秀な人材が入ってきたと感じて、焦った上司の下山課長が、仕事の荒探しをして、俺を責め立てる毎日が始まったのも事実だった。まあ、俺としては、こういった人への対応も社会人として必要だなと我慢する日々を送っていたのだが、とはいえ、毎日のように、おい村木、この書類は何だ？お前は小学生か？漢字くらいまともに書けないのか？漢字練習帳を買ってやろうか？もう一回小学校に戻れば覚えるのか？村木、ちょっと来い。ここの計算ミスはどうなってんだ？有名大卒だっていうお前の履歴書は経歴詐称か？こりゃとんだ詐欺だな。ガッハッハ。この集計をやったのは村木か。一体何時間かかったと思ってるんだ？アルバイトだって1時間でできるぞ。おい村木、このクズ。まるで重箱の隅をつつくように、漢字の変換間違いや小さな計算ミスをさも重大事項のように大げさに騒ぎ立てるいやらしい荒探しの繰り返しばかりが続き、いくら俺でもほとほと嫌になってくる。この会社に入ったのは間違いだったのか。同僚たちは蔑まれる俺のことを気の毒そうに見ているしかなかった。けれど元来我慢強くて努力家だった俺は、仕事に慣れるにつれてミスがなくなり、下山課長の繰り返し出てくる荒探しのネタも次第になくなってきた。そのため次の手を考えた課長は、ある日、他社の社長を含めた接待ゴルフに俺を参加させたのだ。おい村木、最近ミスが少なくなってきて仕事が順調そうじゃないか。真面目くんはいいね。そんな真面目くんに褒美をやろう。新しい任務として接待ゴルフのメンバーに入れてやるぞ。明日の朝7時に会社前に来い。もう決定事項だからな。ゴルフバッグがないなんて言うんじゃないぞ。そんな、こんな前日に急に言われても困りますよ。下山課長はニヤニヤと嬉しそうに笑いながら俺の返事を待っていた。これはどう考えても俺とゴルフはつながらないって思っているようだ。会社員なのに接待ゴルフがあるかもしれないってことを考えてもいなかったのか？ゴルフの用意すらもできていないのか？と責めたかったらしい。案の定、下山課長はさらにニタニタと笑っていて、
どうやら俺が困るのを想像しているみたいだ。だけど俺は大学時代にゴルフ部所属だったのだ。プレーもそれなりにできる。わかりました。ゴルフバッグは電車に乗ると邪魔になるので宅配で送りたいと思います。ゴルフ場の場所を教えてください。なんだと？お前、まさかゴルフができるのか？しかもゴルフバッグも持ってるっていうのか？はあ、初心者程度ですが。まあいい。明日は遅刻するなよ。くそ。バンと下山課長はいまいましそうにドアを閉めて出て行った。下山課長は自分より上の人にはへつらい、下だと見れば見下す人間で、いつも社長や上司たちの周りに張り付いているので、周りからは腰巾着、太鼓持ちと言われていたが、逆にそれを自分に対する高評価だと考えるような人だった。今回の接待ゴルフも、自社の中村社長と他社 A 企業の横澤社長との間でゴルフの話で盛り上がったことから、同席していた下山課長が急遽セッティングしたようだ。だから当然メンバーが3人しかいなかったので、馬鹿にする同期役として俺を指名したようなのだ。接待ゴルフ当日、会社の最寄り駅の駅で電車から降りた俺は、会社近くのコンビニ前で早朝ジョギング中に変な男に絡まれているらしい女子大生を見かけた。やめてください。誰か助けて。という彼女の声を聞いて、ナンパかストーカーかわからないが、とにかく助けに入らなければと思い、ちょっとあんた、と声をかけた。すると、ああ、なんだお前は、この姉ちゃんの男か？こいつは俺のものだし。と、そいつが彼女の手を離していきなり殴りかかってきた。けれど俺がそのパンチを避けた弾みで、そいつがよろけた隙をついて取り押さえると、駆け寄ってきた近くのコンビニの店員の助けも借りて、警察に通報したのだ。警察が駆けつけてきて、関係者として簡単な事情聴取などを受けているうちに、ずいぶん時間がかかってしまった。男は毎日この道を早朝ジョギングしていた彼女のことが好きになってしまったいわゆるストーカーだったのだ。家宅捜索すれば写真とかいろいろ出てくるだろうと警察官が言っていた。お兄さん、ありがとうございました。お礼をしたいんですが、これからって大丈夫ですか？と聞かれ、慌てて腕時計を見ると、すでに7時近い時間になっていた。いや、大したことじゃないから、無事で何よりだったね。家まで気をつけて帰るんだよ。じゃあね。そう言って慌てて課長に連絡を入れつつ、会社前まで全力で走ったのだが、待ち合わせ時間にはかなり遅れてしまって完全な遅刻だった。遅いじゃないか、村木。お前、一体何やってたんだ？実はその先でストーカー男に絡まれていた女子大生を助けていまして。ああ？何を言い訳してるんだ。どうせ寝坊したくせに嘘をつくな、村木。言い訳はもっとうまく言うもんだぞ。ふん。まあ、この遅刻でお前は出世コースからは外れたな。ざまあ見ろ。ガッハッハ。取引先の横澤社長や自社の中村社長は、何があったんだい？と尋ねてくれて、俺の人助けを口々に褒めてくれたが、背後で下山課長がものすごい顔で睨んでいたのがビリビリ伝わってきてゾッとした。その後はなんとか無事に接待ゴルフが進み、和やかな雰囲気の中で中盤まで来た時に、下山課長がイケポチャをしてしまった。なんてことだ、くそ。ゴルフボールをようやく池から出した時に、濡らしてしまったシューズをティッシュペーパーで拭ったのだが、そのゴミを下山課長はポイッとコースに捨ててしまったのだ。課長の捨てたゴミに気づいた俺はいつもの癖で特に何も思わず拾ってポケットに入れた。
ゴミを拾ったところを偶然見ていた横澤社長に、君いいね。こんな社員を我が社にも欲しいな。と言われ、何のことかと思っていたら、それを知った中村社長にも、我が社の優秀な社員だから君などに渡すわけないじゃないか、と言われたのだ。逆に下山課長には逆鱗に触れたようで、後半はずっと後ろから睨まれ続け、帰りがけに、お前を絶対にクビにしてやるからな。クビクビクビと凄みのある声で囁かれたのだった。しかし接待ゴルフ以降は、横澤社長に顔を覚えてもらって名指しでの仕事が増えたことから、順風満帆の日が続き、特に悪いことも起こらず、相変わらず下山課長のネチネチした嫌がらせがあるくらいだった。それから数ヶ月経った5月のある日、我が社と A 企業との合同企画の説明会が行われることになった。そんな日の朝、会社の入り口で以前助けた女子大生と偶然出会ったのだ。あら、あの時のお兄さん。その節はどうもありがとうございました。あの時はろくにお礼も言えずにごめんなさい。私、横澤エリカって言います。今年から社会人デビューとなりました。よろしくお願いいたします。横澤さんっていうのかい？僕は村木隆です。あの時は大変だったね。あれから大丈夫だったかい？はい、ジョギングはやめてヨガに変えたから大丈夫です。それよりもこんなところで再会できるなんて嬉しいわ。この会社がお兄さんの勤め先だったのですね。なんだか運命を感じてしまいますね。そんな風に喋っていたところを課長に見られてしまい、勝手に彼女だと決めつけた課長は、会社に彼女を連れてくるなんて非常識なやつだな。そんなだから仕事だって冴えないんだ。いっそもう会社を辞めたらどうだね。と怒鳴りつけてきた。まあ今日のプレゼンがうまくいかなければ自動的に辞めざるを得ないがな。ククク。といやらしく笑う。場所が会社の入り口でもあるし人目もあるから、俺はどう反論するべきかと考えていたその時、いやー待たせたね。さあ行こうか。と柱の向こうから男性の声がした。あ、パパ。パパ？村木は恋人に二股かけられてるのか？ざまあないね。女にも軽く見られてる男なんだな、お前は。女の方もパパ活かよ。村木はその辺のゴミ女でも拾ってるのがお似合いだな。ガッハッハ。ところがその直後、下山課長は真っ青になって硬直したのだ。何言ってるのよ、このバカ親父。この人は私の父よ。それに村木さんは私の命の恩人で、運命の人なんだからね。柱の向こうから歩いてきたのは、A 企業の横澤社長だったのだ。そしてその後ろから中村社長も現れた。つまりはこの女性は横澤社長のお嬢さんということだったのだ。下山くん、横澤社長のお嬢さんに対してパパ活とかゴミ女とは一体どういう意味だね。ひどい暴言に聞こえるが。いえ、だいたい君はこの前の接待ゴルフの時にもコースにゴミをポイ捨てしていたじゃないか。私は見ていたぞ。ゴミは君のことだな。とんだゴミ社員だな。こんな社員だったと知って私は情けない。君がうちの娘を助けてくれたという青年か。接待ゴルフの日の夜、娘から聞いた話と朝の君の話が妙に重なっていたから、もしかしたらと思っていたんだがな。お礼を言うのが遅くなってしまってすまない。あの時はどうもありがとう。深く頭を下げてお礼を言ってくれる横澤社長に俺は慌てた。大したことじゃないですから、どうか頭を上げてください。いや、本当にありがとう。
君がいなかったらエリカはどうなっていたかわからなかったんだ。本当に君は娘の命の恩人だ。ところで今日の合同説明会のプレゼンは君がするらしいな。楽しみにしているよ。落ち着いてやりなさい。はい、ありがとうございます。そうよ。村木さんは私の運命の人なのよ。プレゼン、頑張ってね。その時さらにエリカさんはこう言ったのだ。パパ、おじさま、この嫌味な人ってね、村木さんだけじゃなくて、優秀な社員が来ると、次から次へといじめてたらしいわよ。私さっき、この会社に就職した友達の女子社員に遭遇して、噂話のついでに聞いちゃったわ。耐えられなくて会社を辞めちゃった人もいるんですってね。それについては、すみません。ですね。どうやら彼女は親の会社で働きながら勉強していて、今日は父親の横澤社長の秘書見習いとして、一緒にうちの会社の合同企画の説明会に来たようだ。その後、エリカさんや横澤社長のプッシュのおかげで、俺のプレゼンはミスなくうまくいった上に、かなり高評価だった。一方自分勝手に決めつけや妬みで怒鳴りつけたり、他人の人格を否定していた下山課長は真っ青になって言い訳したが、時すでに遅しだった。彼の裏の所業を知ってしまったことで、額に青筋を立てた中村社長が、下山くん、君にぴったりの部署があるんだが、今からすぐに移動するっていうのはどうかね。もちろん左遷じゃないぞ。ちゃんとした管理責任者だからね。それとも首の方がいいかな。君次第だ。すぐに返事をしたまえ。社長、どうか首だけはお許しください。下山課長は泣き崩れた。下山課長が抜けたおかげで、部署のポストは順次繰り上げとなって、主任だった俺は係長に昇進した。その後噂で知ったことだが、下山課長が異動させられたのは、社史編纂室という地下にある倉庫のような部署だそうだ。そこでたった一人で創業当時からの社史をまとめるといういつ果てるともない官職に就かされたということだった。下山課長は嫌な上司だったが、仕事自体はできる人ではあったし、気に入った部下にはいい上司だったという側面もあるらしいから、きちんとやり直してくれればいいと俺は思った。どうか下山課長がうつ病になりませんように、と俺は切に願った。その後、新たに横澤社長が持ち込んだ別の共同プロジェクトに俺はリーダーとして抜擢されることになり、同時にエリカさんとも親しくお付き合いさせてもらうようになった。今では両方の社長公認のお付き合いということもあって、ゆくゆくはプロポーズしたいなんて考えているのである。あの下山課長に責め立てられた日々が嘘のように、今の俺は毎日が晴れ晴れとして充実した穏やかな生活を送っている。